地球の皆さんこんにちは、ゲスくんと申します。今日は表情で語るマン第2弾ということで、ウルトラマンのマスクは変わっていないはずなのに、どう見ても表情が変わって見える不思議なシーンってありますよねという動画です。第1弾の動画の URL を概要欄に貼っておきますので、この動画を見てくれた人全員そっちも見ないといけない法律がありますので、ぜひ見てください。第1弾からだいぶ期間が空いてしまったと思うんですけど、その間トイレで格闘中の時とか、夜なかなか眠れない時とか、ブリッジで階段を降りてる最中とかにいろいろ考えて、あのシーンもこのシーンもってストックが溜まっていってるので、第3弾第4弾もおそらくあると思います。求めてない？求めて？はい、まずはですね、これ第1弾の動画にコメントしていただいて、なおかつ月くんも激しく共感してすぐ頭に浮かんだシーンなんですけど、ウルトラマンティガ第27話オビコを見たでのティガの表情です。もともとオビコは妖怪として人々に知れ渡っていた存在で、夜中にそばの屋台を引いて人をさらったにもかかわらずすぐに返すっていう謎ムーブをかまして人々を恐怖させました。ちなみにその時屋台でさらう前に普通にそば出してました。味が気になりますね。で、明らかにおかしな事件なのでガッツに出動要請が出て調査することになります。面白いような怖いような絶妙な空気で物語が進んでいって、遭遇して逃げられて追いついてまた逃げられて繰り返して、オビコは昔からこの地にいて闇から闇へ移動する能力があることがわかります。さらった人をわざと返して噂を広めて、昼間にもいろんな暗いところに現れてひたすら人々を怖がらせようとするオビコなんですけど、出てくるだけで何かするとかじゃなくて、ただただ怖がらせるだけで、なぜそんなことをするのか謎のまま物語は進んでいくんですよね。で、実はオビコが住んでいる山に健康ランドなる施設ができると。で、その工事がいよいよ明日で、ただでさえ昔に比べて街が発展して夜中も明るいから居場所がないのに、いよいよ山を出ていかなければならないと。昔はあそこに綺麗な小川があって、あそこにはレンゲの畑があったみたいな感じで、昔の思い出を語るオビコのシーンが非常に切ないです。で、ガッツはオビコの居場所を突き止めて、みんなで銃を突きつけて追い詰めるんですけど、オビコは街を見てみろと。その時みんなオビコを怖がって外にも出歩いてないし、お店とかもすぐ閉まって暗くて静かなんですよね。その街を見てオビコが、見てくれ、昔の村が戻った、やったってはしゃいでいて、それを見たガッツのメンバーが全員、ああそういうことかと。こいつは別に悪さをしたいんじゃなくて、昔のこの山が好きだったんだなと。ずっとここにいたいだけなんだなと悟って銃を下ろすんですよね。で、大悟が住めそうな静かな場所を一緒に探すからって言うんですけど、オビコはそれを断って街を壊すと言って巨大化してしまいます。こうなってしまうとティガになるしかないので、大悟も変身して不本意ながら戦闘になります。戦闘といってもダダをこねるオビコと、それを止めつつもほぼ無抵抗のティガといった感じで、オビコが途中泣いているような仕草があったり、切なすぎる BGM の効果もあって、かなり胸が苦しくなるような何とも言えない気持ちになります。この時ダダをこねるオビコに付き合っていたティガだったんですけど、途中でもうええやろオビコと、お前も分かってるやろ、もう終わりにしようみたいな感じで一瞬マジになってオビコの攻撃をかわすシーンがあるんですけど、その時のティガが意味がわからんぐらいイケメンです。で、もうあの頃の村は戻らないならってことで、最後オビコはなんとわざとティガの攻撃を受けて倒れます。その時にティガは駆け寄ってオビコの最後を見とるんですけど、その時の表情がこちらです。優しい顔ですよね。いつもより穏やかであったかい顔しているように見えませんか？この時のオビコとティガは言葉を交わしていなくても、確かに何か通じ合うものがあったように感じます。オビコはみんなに自分のことを覚えておいてほしかったんじゃないかなみたいな新庄隊員のセリフが最後にあるんですけど、きっと少なくともティガとガッツのみんなはオビコのことを忘れないでしょうね。この回非常にいい回ですので、見る手段がある方でまだ見てない方はぜひ見てください。しかしティガイケメンですね。2つ目はウルトラマン第35話の怪獣墓場でのウルトラマンの表情です。宇宙パトロールをしていた嵐とイデが過去に家督隊やウルトラマンに倒された怪獣たちの霊が漂う怪獣墓場を発見します。で、帰ってそれを報告してみんなでこれまでを振り返って、いろんな怪獣がいて
ウルトラマンと一緒にたくさん倒したなーみたいな感じで感傷に浸るんですよね。で、普通に考えてかわいそうだよね。姿や形が我々と違う、力がありすぎるという理由だけで宇宙に追放されてしまってとか、彼らは宇宙の孤児だみたいな怪獣に対して申し訳なかった部分もあるという流れになって怪獣供養をやろうということになります。本当に初代ウルトラマンってすごいですよね。初代ですでにこういう内容の回があってシンプルに正義と悪みたいな感じじゃないところがすごいですよね。で、この時怪獣も出ていないのにウルトラマンが変身して登場するという非常に珍しいシーンがありまして、出てきて空を見上げて怪獣に対して心の中で詫びるという何とも言えない不思議なシーンです。近隣住民もびっくりしたでしょうね。ウルトラマン出てきたんですけど、なんかずっと立って空見てるんですけどみたいな感じで、なんか空から来るんかなって3分間気が気じゃなかったでしょうね。で、そうこうしているうちに月に向かって打ち上げたロケットにシーボーズがしがみついてきちゃって地球に来てしまいます。このシーボーズがもうとんでもなく可愛い。もう可愛すぎる。地球に来てここどこみたいな感じでうろたえているのも可愛いし、空に向かって悲しそうに泣いているのも可愛いし、常に拗ねてる感じなのも可愛いし、この動画で一番伝えたいことはシーボーズは可愛いってことかもしれません。で、シーボーズが怪獣墓場に帰りたがっているんだろうということに気づいて、攻撃するのをやめて何とかして返してやろうということになって、突っ込みどころ満載の方法で返そうとして失敗するんですけど、突っ込むのは野暮なのでやめておきます。で、チャレンジ2回目にウルトラマンと一緒に頑張ってなんとかシーボーズにロケットにしがみついてもらうんですけど、このシーボーズがなかなか言うことを聞かないんですよね。やだやだみたいな感じでダダをこねるというか、もう子供です。そしてウルトラマンはほら早く言うこと聞きなさいみたいな保護者みたいな感じでロケットに捕まるように促します。完全に学校に行きたくない子供と保護者です。その途中で何回言っても言うことを聞かなくて、途中で逃げ出そうとしたシーボーズの前に立ちふさがったウルトラマンの表情がこちらです。おこですね、おこ。月くんも親に同じ顔されたことあるわって顔してます。親の顔してると思いません？ちなみにこの後さらに言うことを聞かなくて思いっきりしばかれています。昭和ですね。これは体罰ではなくて愛の無知ですからね、皆さん。この一連の流れがめちゃくちゃ面白いし可愛いのでぜひ見てほしい回です。この時流れてる BGM シーボーズ専用ですからね。この時のロケットにウルトラマンの言うことなら聞くだろうみたいな感じでウルトラマンみたいな柄を塗装しているんですけど、それとは別にウルトラマンが普通に出てきてるんで、ロケットに塗装した意味があったのか永遠の謎です。あとさっきからシーボーズシーボーズ言ってますけど、作中でナレーションはシーボーズって言ってるんですよね。皆さんはどっちのイントネーションですかね。はい、最後にこの作品のこの回のこのシーンとかではなくて、この人ウルトラマン Z についてなんですけど、 Z は春樹とかと変な日本語とはいえ普通に会話するウルトラマンなんで、この動画的な表情で語るみたいなシーンはほぼないはずなんですけど、皆さんご存知と思いますけど、この Z がいいやつなんですけどめっちゃ体育会系の愛すべきアホの子みたいな性格をしているんですよね。クラスにいるみんなから愛される元気でアホないいやつみたいな、そのキャラが主に出てるのがこのオリジナルの形態の時が多くて、普段戦っている時はフュージョンをしていてめちゃめちゃ頼もしいんですけど、不意にこの Z のオリジナルの顔が出てくるとつい笑ってしまいそうになるんですよね。クラス全員で先生に怒られている時に不意にクラスのムードメーカーキャラのやつの顔を見たら全然話を聞いてなくて笑ってしまいそうになったみたいな、 Z オリジナルの顔が画面に映るだけでコミカルな空気になるというか、これ Z 特有の感覚なんですけど、分かるって方コメントで教えてください。こんな感じで表情がいつもと同じなのに違って見えたシーンというのはまだまだあると思いますので、そのうち第3弾もやります。ここまで見ていただいてありがとうございました。さよなら。